皆さんお久しぶりです。もうね、1ヶ月ぶりとかですかね。今日はですね、栗色ナマコ、こちらの生物を取って、料理していこうかなと思います。なんか本当にね、石にしか見えないんですけど、れっきとした生物です。それではね、取っていきましょう。で結構ね、頑丈に張り付いてて、もう全然ね、引き剥がせないですね。ゲット。今度はね、めちゃくちゃ大きいのがいましたね。こちらも栗色ナマコです。でね、ポイントをね、移動しました。なんか最初のとこね、1時間半ぐらいずっとね、捜索してたんですけど、もう全然、もう1匹しか取れなかったんでね。そしたらね、もう、ものすごい量いましたね。でね、一応こいつも、漁業権飼ってることがあるんで、もし取る場合は、漁協にね、問い合わせてから、取るようにしましょうね。でも本当にね、たくさんいましたね。もうなんぼでも取れます。こんなもんね、なんぼあってもいいですからね。はい。ミルクボーイね、めちゃくちゃ面白かったですよね。すごかったですね。僕はね、かまいたち派なんですけど、今回ですね、7匹取りました。ということで、こちらをね、調理していこうかなと思います。はい、どうもです。今日はですね、こちら、栗色ナマコをね、取ってきました。でね、最初にね、皆さんに言っとくことがあります。毒があります。で、食べれるかどうかもよくわかんないです。多分真似なんてしないと思うんですけど、真似しないでくださいね。はい、ということでね、観察していきましょう。はい、こちらですね。なんか泡が立ってたりとか、水がちょっと白く濁ってたりするんですけど、これはナマコが死んで腐ってこうなってるとかじゃなくって、サポニンっていう毒を持ってて、で、サポニンって界面活性剤としての作用を持ってるんですね。言ったら石鹸みたいなもんで、こんな感じでね、泡が立ちます。だからこの中とかに魚入れると死ぬんですよ。このバケツの水がもう毒液っていう感じですね。で、多分ね、今、なんでこいつ毒持ってんのってね、思った人いると思うんですけど、逆に、なんで、こんな動かないやつが食われずに生きてんのっていう話で、その理由は、毒を持ってるからなんですね。だから、このサポニンっていう毒は、ナマコだったらもう大体全部ね、持ってるらしいですね。僕らが、よく食べる、青ナマコ、赤ナマコとか、ああいうナマコも持ってるらしいです。でも、あいつらが、なぜ食われてるかっていうと、微量にしか持ってないから。人間にね、害があるレベルで持ってるわけじゃないから、みんな食べれるっていう話なんですよ。で、こいつは結構、多めに毒を持ってるから食べれないね、みたいな感じなんですね。鼻にはね、とにかく結構ね、強い毒性みたいですね。これがね、ナマコの裏側です。はい。こんな感じで無数の触手がね、あって、これでね、岩とかに捕まったりとか、歩き回ったりします。めちゃくちゃ気持ち悪いですよね、これ。なんかかすかにね、ちょっと動いてるのとか皆さんわかりますか？こんな感じでちゃんと生きてるんですよ。うわぁ。可愛くはない。で、今回ですね、刺身と甘辛く炊いたやつと、で、残ったやつは干しナマコにしてみようかなと思います。保存食としてね、これからいろんな動画にね、こいつをね、調味料の一つとして、登場させていけたらちょっと面白いんじゃないのかなと思ってます。はい。ということで、それでは、調理していきましょう。並ばせよう。こいつデブいね。ナマコはですね、キャッチ結合組織っていう面白い性質を持ってて、何かっていうと、すごいね、硬くなったり、水みたいにドロドロに溶けたりできるね、細胞っていうかね、結合組織をね、持ってるんですね。こういう刺激をね、与えるとね、ナマコってね、硬くなるんですけど、特にね、冬ナマコはね、めっちゃ硬くなるんですよ。こうやって。結構な硬さなんですね。どんぐらいかな、硬さで言うと、ナタデココぐらい硬いよね。そんぐらい硬いんですけど、こんな感じでゆっくり押してると、ほら、ズボーってなってるってのはわかります？こんな感じでね、柔らかくもね、なったりするんですよ。で、このままずっと押し続けると、水みたいに溶けて、ここに穴が開きます。で、この穴が開いた部分から、内臓を出して、で、それに魚が食いついているうちに、逃げたりするナマコもいるらしいです。ただこのナマコは本当に動かないんで、逃げるのかどうかちょっとわかんないんですけど、ナマコはそうやってね、逃げたりするらしいですね。例えばこういう刺激とかをずっとやってると、このナマコはわかんないんですけど、ナマコによってはこのまま半分にちぎれたりするらしいです。で、その半分にちぎれて、こっちとこっちはどうなるのかっていうと、それがまた2つの生物になるらしいです。面白いですよね。原始的な生物なんで、そういうね、内臓を捨てても生き返るし、半分になってもね、生き返るし、なかなか死なない、すごいね、面白い生物なんですね。で、全体的にはこんな感じですね。これが口ですね。穴が開いてますね。ちょっと動きましたね。で、
反対側にはこんな感じで肛門があります。まあ、肛門の方はね、あんまり穴が大きくないんでね、見えづらいんですけど。で、これが触手です。もう無数にね、こういうのがね、いっぱいありますね。もうこれ気持ち悪い人は本当に気持ち悪いと思うんですけど。で、こちらが表側ですね。表側はね、ちょっと拡大してみるとわかるんですけど、こんな感じでね、毛穴みたいな穴がね、たくさんあります。クリロナマコの文献ってあんまりなくて、生態ってよくわかんなかったんですけど、海の中とかでここをね、ずっと押したりすると、ここ一個のね、毛穴から、白い液体とかを出してくるんで、もしかしたら穴からサポニンを出すようになってるのかもしれないです。基本的にはね、めっちゃ硬いですよ。うん、マジでナタデココ。なんでね、食感はいいんじゃないんでしょうか。はい、それではね、さばいていきますか。一旦バケツにね、移して、そこからね、始めましょうか。はい、それでは一番長いやつからね、やっていきましょうか。基本的に生で食べるわけじゃないんで、ぬめりは取りません。それではね、内臓を出していきましょう。あ、怖いな、これ。いきます。動く。なんかかわいそうだな。結構ね、強いですね、匂いが。ちょっとグロいな。おぉ。なんかね、プールの匂いみたいなのがしますね。なんか消毒っぽい香り。プールと海を混ぜたような香りがします。はい、これで内臓が取り終わりました。中身は腸とピンクの何かわからない。なんだろうな、これは。卵巣か何か。でもこれがね、精巣っぽいんですよ。白いのが。もしくは寄生虫だと思うんですけど。あとここに透明のね、ものもあるんですけど、これは何でしょうね。わかんないですね。なんかめっちゃ黒いな。食欲失せてきた。こっち側から行ってみようか。わー、やっぱグロいわ。嫌だな。でも断面はね、夜光貝とかみたいで美味しそうですね。これこっち側も切った方がいいかもな。グロいなぁ。この内臓がブリって出てくるのがね、ちょっと嫌だね。なんか殺してる感があるっていうか。あとなんかこの内臓のピンク色の部分が食欲減退効果がすごい。あと硬い。マジでナタデココ。あと腸っていう、普通にうんこを触るってのはちょっとね、嫌だよね。この綿はいいです。これ割ってみて分かったんですけど、触手がありますね。体の中に隠れてました。口の方にあります。この白いひだひだですね。これ触手です。おそらくこれでプランクトンとかをね、吸い込んで食べるんでしょうね。これ慣れんな。この瞬間は何回やっても嫌だ。あとこのナマコ歯がありますね。ここら辺に。おそらくここはね、切った方がいいんでしょうね。これね、素手で触るとね、手が痒くなってきました。おそらく毒です。これ内臓どうやったら効率的に取り出せるんだろう。内臓開くと、ものすごいね、硬くなっちゃって、全然ね、開かなくなっちゃったんですよ。すごいね、取りづらいです。ここから全部ね、半分に切っていきます。さあ、どんどん半分に切っていきましょう。おお、水が飛んできた。包丁めっちゃ研いだのに切れない。すっごい肉厚ですね。アワビとか、ああいう巻き貝とかとね、同じ味がするんじゃないでしょうか。何これって感じですね。脳みそみたい。バイカナマコはもうスッと切れたのに、これは全然切れないね。はい、結構ね、内臓取るの頑張ってみたんですけど、体の中の内容物と体壁がなんかね、だいぶね、しっかりくっついてて、すごい取りづらいんで、その腸とか、なんか臭そうなものはとりあえず取り出したんで、もう茹でてみようかなと思います。で、茹でた状態で食べてみて、で、硬かったら圧力鍋でね、炊いてみようかなと思います。じゃあね、これを刺身でもね、食べてみましょう。おー。触手はちょっとね、なんか汚そうなんで、切っておきます。OK ですね。マジでね、夜光貝にしか見えないんだよね。はい、美味しそうですね。ナマコのせいかわかんないですけど、なんか手がね、めっちゃヒリヒリするんですよね。触るだけでやばいって結構やばいよね。いいや、こんぐらいだったら全然大丈夫でしょ。はい。
美味しそうですね。皆さんあげませんよ。ちなみにこれをね、生で食べると、まあ、なんかね、毒が強すぎてケツが痛くなるらしいですね。いや、これ無理だ。これは無理だ。やばい。これはガチ毒だ。口の中やべえ。うわ、やべえ。ちょっと待って、食レポできない。ちょっと一旦水取ってくる。やべえ、これ。今までのゲテモノの中で一番やばいね。今までのゲテモノは、まあ、なんだろう、臭いとか、食感が良くないとかで、まあなんか、食べれてはいたんですけど、これはね、まずね、硬すぎて噛み切れないですね。食えないっす。食感例えられないっすね、これに関しては。消しゴムの硬さのナタデココみたいな感じですね。なんかね、口に入れて、噛んで、その、ナマコの体液っていうんですかね、口の中に広がるんですけど、それが触れたところがどんどん痺れていくんですよ。ちょっとそれを飲み込んでしまって、食道のところもすごいもう今ね、熱くて痺れますね。この感覚は多分ね、生きてて味わうことはないと思うんですけど、まあ感覚的には山椒に近いね。生では食べれないですね。思ったより、毒が強いわ。もうね、7匹も殺しちゃって、まあ、こいつらにも申し訳ないんで、食べれるところまで、なんとか調理していこうかなと思います。これは魚死ぬわ。生の状態は食べ物じゃない。とりあえず、なんか5回ぐらい茹でて、で、毒を飛ばして、で、そっから圧力鍋で炊こうかなと思います。黄色くなってきましたね。めっちゃ茶色くなってきた。絶対に食べちゃいけない色をしてる。確かに栗色ですね。渋皮煮とか作るとこんな色になりますよね。とんでもないものをやってしまったな。この毒成分のサポニンがね、また泡立ってますね。で、泡立つ理由はですね、界面活性剤って、まあ、いろんな作用があるんですけど、表面張力をね、弱める作用もあって。で、普通、水って、まあ、なんか泡になったら、そこから中心に集まろうとする圧力、表面張力っていうのが働いて戻るらしいんですけど、その表面張力をね、弱める作用があるから、まあ、こんな風に泡が立つらしいですね。アクを捨てていきます。うわ、抹茶色。うわぁ、ヒザラガイの匂いがする。2ゲーム目です。で、この泡が立つっていうことはサポニンが出てるっていうことなんで、この泡が出なくなるまでやりましょうか。っていうか2ゲーム目今で終わりだな。こんだけ茶色いじゃん。あんなでっかかったのにこんな手のひらサイズになりました。まだ泡出るね。はい、それでは2回戦やっていきましょう。で、茹でるとね、また一段とね、硬くなりましたね。2回目はあんま色出ないですね。毒っていうよりは体表の色だったのかもしれないですね。内臓みたいなのを取っていきます。で、これが口ですね。取れました。取り終わりました。硬いね。めっちゃ硬い。茹でる前はね、ナタデココみたいとか言ってたんですけど、これはね、普通に車のタイヤぐらい硬いです。これは圧力鍋炊かないと絶対に食えないですね。はい。ということで4回茹で終わりました。で、思いのほかね、時間かかっちゃったんで2日目です。一旦食べてみましょうか。なんか1日置くとね、なんか気持ち柔らかくなった気がしますね。いや、買った。こちらをね、食べていきます。まあみんなね、食べたいと思うけど、まあこれはね、俺のだから食べます。美味しくない。磯臭い硬い消しゴムです。はい。で、かなりね、毒はね、抜けたっぽいですね。今回は、喉にちょっと違和感があるぐらい。はい。ということで、まあ、解毒は済んだっていうことですね。ここから圧力鍋で炊いていこうかなと思います。
うわ、初めて使うから緊張するな。はい、湯気がね、出てきましたね。ここまで来ると、ちょっと火をね、弱めるらしいです。撮ってるの映ってるの恥ずかしいな。あ、消えた。大丈夫かな大丈夫かないけるかなあ、全然いけた。あ、でも動かんな。あ、動いた。おー。あ、めっちゃ色出てる。くさ。これ全然泡立ってないですね。もう多分毒がほとんど抜けたんでしょうね。はい。まあ、とりあえずね、できることはやったんで、食べていきましょうか。結構硬いんでね。あ、でも全然感触変わってるわ。とりあえずここ半分に切ろうかな。でかいから。はい、ということでね、完成しました。ナマコらしく、まあ、酢と醤油でね、食べています。結構時間かかりましたね。7時間ぐらいかかったかな。はい、いただきます。はい。何度目の光景でしょうか、これ。いや、これね、普通に美味しそう。普通にナマコなんですよ。見た目が。柔らかっ。なるほどね。全然食える。もうなんか美味しいとか美味しくないとか、なんかそういう話じゃないね。なんか例えるんだったらキクラゲみたいな感じですね。キクラゲに醤油と酢をつけて食ってるみたいな。うん。まあ、全然食えるわ。なんかキクラゲ単体で美味しいとかあんまないもんね。野菜炒めとか、まあなんかああいう炒め物の中の一つとして、まあ入れてもいいのかなって感じですね。旨味とかもないし、まあゲテモノ界で言えば、オタマジャクシクラス。アメフラシより美味しいわ。思いのほか食える。じゃあ煮付けもね食べてみましょうか。熱っ。これうまいかもしれん。これうまいわ。なんか薄く切るとね、キクラゲみたいで物足りない感じの味になるんですけど、味染み込ましたらうまいっすね、これ。うまい。うまいよ、これ。なんかサザエとか、ああいう巻き貝系を煮つけたような美味しい味がしますね。今まで食ったゲテモノの中で一番うまいかもしれない。大抵ね、ゲテモノってまずいんですけど、これはうまいわ。まあ、ヤシガニとかはね、別にゲテモノじゃないし、あいつは別格にうまいから、まあ、ヤシガニよりは美味しくないんですけど。ただね、やっぱ毒があるんでしょうね。喉がね、イガイガしますね。で、なんかね、干してから、また戻すと、毒の成分もまたより一層抜けて、食べやすくなるみたいなこともね、聞いたんで、残りのね、ナマコは干していこうかなと思います。ご近所さんにはあげません。俺が食べます。まあ、もしかしたらね、まあ、いつかね、干しナマコが俺の動画で登場してくるかもしれないということで。はい、じゃあ最後ね、干しナマコを作って終わりましょうか。サザエやわ、これ。サザエとね、牛すじの間なんよ。